ウォーロボッツフランベチャンネルシャドウフォースユニット強化版のバトルなんだが、バトルについては無視してていいからね。真っ暗の画像よりバトル流しておいた方がいいかなって、その程度の内容だからってあいつもか。いやーね、もうモジュール変更によってティア1と2のロボットにはかなり深刻な状況だね。もうね、勝てる気がしないって感じだね。あまりある格差、あまりあるお金を使うクジラさんと小遣い程度以下のお金を使うイルカさんとの格差だよね。フランベの最近のバトルはヨーロッパサーバーもしくは US サーバーを中心にしてるからね。極端なクジラさんを除けばまだまだ緩やかではあるけどね。アジアサーバーだとね、やたら環境適応のボットばっかだからね。みんなお金持ちばかりなのか、お金使いすぎてんのか、どちらかだろうね。アジア以外でもティア3以上でなきゃなかなか厳しい環境だってことなんで、今後はほぼシャドウフォースとハイエストのバックグラウンド動画となりそうだね。さて本題なのだが、これリーゼルちゃん、彼女をパイロットとして採用できるチャンスが到来って思いきや、採用するには22000ポイント達成が条件ですとって感じで、こりゃもう無理だって思いはしたが、しかし諦めたくはないので、とりあえずランキング開始以降はチームデスマッチがバトルモードとなっている。これだけでは到底無理だろうけどね。なのでバトル続けていき、最終日あたりで不足するポイントをアップグレードで補おう。幸いにしてフランベはティア3の強化を図ろうと考えてたから、ティア4よりもシルバーやゴールド消費の被害は多少の傷で済みそうだ。ではそのリーゼルちゃんに期待するとこだが、もちろんアルティメットフェンニルを手に入れるつもりはなく、普通のフェンニルに登場させるつもりだ。固有アビリティは防御緩和を防げるので、どんな時でも常に防御システムが稼働する。不変の防御力を持つこととなる。さらには防御ポイントも追加で50を得られるので、都合150防御ポイントとなるわけだ。期待感として常にどんな時もどんな敵でも 60% のダメージをカットするフェンニルとなるわけだ。これはかなりロマンを感じるね。そういうことで、これは何としてでもできるだけお金を使わずに少額で採用したい。そこで少しお得な計算をやってみた。もちろんティア3なアンテ編成には組み込まないぜ。なアンテ方には無縁な話だろうが聞いてくれる。好みのロボット、使い勝手いいロボットいなきゃ話にはならないが、1年前の鉄くず失礼弱体化ロボットとティア3ロボット、確かにアビリティで違いはあるが、しかしその中にも使えるロボットはいるのではと言いたい。定番編成は無理ならば時折の変化を楽しむためのティア3、そんな考え方ならばどうだろう。ではティア3と4、レベル11の例えで見ていこう。ティア3は100ポイント、ティア4は125ポイント。ウームフランベまさか運営側にいてステルスで騙し討ちしておいて密かにリーゼルを採用するってことかっていうよね。違うよ。ではティア3、レベル12へアップグレードさせるための必要シルバー16メガだ。1メガあたりのポイントは 6.25 となる。一方ティア4では1メガあたり5ポイント、80% だね。そう大差ないと思えるならティア4でいいと思うけど、次のマーク2となればティア3でも1メガで5ポイント以下ってなってね。レートはかなり下がる。なのでマーク1で完結するならティア4でもいいかもしれないのだが、どうだろう。ご視聴ありがとうございました。ぜひリーゼルちゃんのパイロットスキルアップグレードに結構お小遣い持ってかれるし、採用するにもシルバー足りないからチャンネル登録お願いします。いや励みになります。